こんにちは。日本語クラスです。今日も日本のニュースを日本語で読んでみましょう。はい。今日のテーマはこれです。習い事として人気のプログラミングです。はい。習い事という言葉知ってますか？はい。何かを教えてもらうということですね。はい。じゃあすぐに読み始めましょう。今日は1ページ、2ページ、3ページ、4ページを読んでみましょう。4ページあるは大変と思うんですが、そんなに難しい言葉はないと思いますので、読みやすいと思います。はい、一緒に読んで意味を確認しましょう。では行きましょう。プログラミング教育が小学校から高校までの授業で必修化されたこともあり、近年子どもの習い事として人気を集めている。はい、まずここまでです。はい、もうここで話のテーマがはっきりと分かります。はい、プログラミング教育。プログラミングというのは分かりますね。パソコンのあれですね。プログラミングですね。その教育、教えることが小学校から高校までの授業で必修化された。これはとても大切な、ちょっと難しい言葉です。はい、必修化というのはこれは必ずですね。この漢字、必ずは絶対の意味ですね。必ず勉強する、勉強することにした。はい、必ず勉強することにした学生がみんな勉強しなければいけませんということです。日本ではプログラミングの授業が小学校から高校までの授業で絶対にやらなければいけないことの一つになりました。はい、そして近年というのは最近、子どもの習い事、子どもの習い事です。大人じゃなくて、はい、習い事というのは何かを教えてもらうことです。はい、子どもの習い事。例えば、ピアノを習いますとか、ダンスを習いますとか、スポーツでもいいです。サッカーを習いますとか、そういうことがあるんですが、最近はプログラミングを習う。はい、学校ではなくて、学校が終わった後にどこかの先生のところに行って教えてもらう。はい、ちょっと塾みたいなものですね。はい、塾。はい、そういうものが、人気を集めているという話です。はい、皆さんの国ではどうでしょうか？はい、じゃあ、これが大きなテーマです。はい、まず自分の国でも、プログラミングの授業はいつからあるのかなというの、はい、調べてみると面白いかもしれません。はい、若い人だったらもう自分が学生の時に学校でもう習いましたとか、そういう人もいるかもしれないですね。はい、じゃあ続きいきましょう。字がちょっと多いけど、でもここの話はとても面白いですよ。読んでみましょう。全国で学習塾などを展開する企業では、小中学小中学生ですね。小中学生などを対象にしたプログラミング教育を開設した2020年にはわずか6教室だったが、今年1月までの4年ほどでおよそ800教室にまで急激に数を増やした。すみません、生徒です。失礼しました。生徒数の増加は毎年1.5倍から2倍ほどに達しているです。はい、はっきりとした数字が書いてありますね。どういう意味か、はい、確認しましょう。全国で学習塾、さっき言いました習い事、塾ですね。これです。学習塾などを展開する企業。ここ日本語ちょっと難しいですが、言いたいのはこのある企業
会社ですね。ある企業はどんな企業、会社ですかと言ったら、それは日本のいろんなところで、塾を作っている、塾の、ビジネスをしている会社ということです。はい。その会社では皆さんの国でもねありますよね、きっと。会社は塾としてとても有名だとか、そういう意味です、これね。何々という会社では、どのくらい人が増えたか、どのくらいそのクラスが人気になったかという説明をしています。はい。では、小中学生だから小学生中学生の意味です。小学生中学生などを対象にしたターゲットにしたプログラミング教育を開設した。開設は開くですね、これですね。その教室を開いた2020年にはわずか6教室だったが、ここちょっとダラダラダラと長く書いてあって分かりにくいですね。これはもう一回、この会社は小学生中学生をターゲットにしてプログラミング教室を開きました。で、いつ開いた？それは2020年です。で、その時にはわずかというのは本当に少しだけの意味です。はい。本当に少しというのを強く言いたい時に使います。わずか6教室。日本の中で6教室しかだからしかと思ってもいいです。これしかなかったですが増えたということですね。でもだから今年1月までの4年ほどで、今年2024年の1月までの4年間でおよそはだいたい800教室にまで急激に数を増やした。増やします。読めますね。そうです。だからこの4年間で6しかなかった教室が800教室まで増えた。うわっとドドドドドッと増えた。だからすごく急に増えたので急激にです。急に激しくですね、これね。数が増えましたということです。で、生徒数の増えるのは毎年 1.5 倍から2倍ほどはぐらいです。何々ぐらいに達している。それまでに、そのぐらいになっていますの意味です。そこまで、届いていますという意味です。はい、到達するという言葉の短い言い方なんですが、数はどのくらい増えてるかといったら 1.5 倍から2倍ぐらいまでになっていますということです。すごいことですよね、これ。6教室しかなかったのにたったの4年間で800までに増えた。そして生徒の数も毎年1.5 倍から2倍ぐらいに毎年どんどん増えていますという意味です。はい、これだけこの塾に通っている生徒の数がどんどん毎年増えているということです。はい。そしてじゃあ次、取材した都内の教室では子どもたちがタブレットを使い画面の中のキャラクターを動かすためのプログラミングを組み上げ、ゲーム感覚で次々とクリアしていった。参加した当時4年生の男子児童は、学校でできないことなのでやりがいがありますと話していた。はい。これ、ちょっと話が2つ分かれますね。で、これ取材した都内の教室と言ってます。取材というのは、この新聞の記事アーティケルを書くために書く人は調べに行きますね。調べに行った教室ではという意味です。はい。で、どこの教室と言ったら都内と言ってます。都内というのは東京都の中の意味です。
はい、東京の中のどこかの、教室に調べに行きました。話を聞きに行きましたということです。はい、で、子どもたちが、タブレットを使って画面はスクリーンですね。画面の中のキャラクターを動かすためのプログラミングを組み上げ、プログラミングをこう組むっていう言い方するんですね。作るとかも言いますよね。プログラミングを組み上げてゲーム感覚で次々とクリアしていった。クリアというのは解決です。英語のクリアと同じです。解決していった。次々というのはどん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 。これが A が終わったら B、B が終わったら C、C が終わったら D と A、B、C、D とどん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 という意味です。はい。それがゲーム感覚。ゲームをやっているようにということです。はい。だから学校の授業で、先生にこれ問題やりなさいと言われて面白くないんだけどやるじゃなくて、ゲームのように、ゲームは楽しいですね。自分でどんどんやってしまいますね。先生にゲームやってくださいと言われなくても自分でやってしまう。面白いから。そういう気持ちでという意味。子どもたちがもうこれはゲームをやっているみたいにプログラミングをどんどん作っているという意味です。はい、すごいですね。そして参加した、当時4年生の男子児童はと言ってます。これは参加というのはこの教室に参加しているという意味です。はい、当時というのはこの取材をしたその時の意味です。もしかするとこの4年生の子が今ちょうど、もしかしたら5年生になってるかもしれないですよね。だからそれです。こうやって書いてる。その時は取材したその時は4年生だった男の子の学生、児童と言います。学生のことです。は、それも児童と言ったら小さい学生、子供という意味です。男の子の子供は学校でできないことなのでやりがいがありますと話していました。ここにこう鍵括弧と言います。これは誰かが話していることですよね。だからこれ話しているのはこの男の子が話してます。学校でできないこと、何ができないと言ったらこれはこの授業です。この、タブレットを使って、このプログラミングを組み上げることはこれは学校ではやっていないことだからやりがいがありますと言った。やりがいっていうのはやる価値がある、やる意味があると自分で思うという意味です。これをやって意味がある、やってやることは自分にとっていいことだという意味です。はい、やりがいがあるとこの4年生の男の子が話したんですね。誰に話した？それはもちろんこの取材をしている人に話したということです。はい、だから面白いんでしょうね、このプログラミングがね。そして最後です。最後もです。また新しい情報が、皆さん知ることできますよ。読みます。この企業では来年1月の大学入学共通テストから情報1の科目が加わることを踏まえ、今後は高校生もターゲットに授業の拡大を考えているということだ。はい、これ私読んだ時にも面白いと知らなかったということがあります。この辺なんですが、はい、確認します。この企業、この取材をしているこの会社ですよね。はい、この会社では来年1月だから2025年1月の大学入学共通テスト、はい、これで一つです。大学入学共通テストというテストが日本にあります。これは名前の通り大学に入るためのみんなが受けるテストです。はい、日本の大学入るためにみんなが高校生、
高校生、浪人してる人もなんですけど、みんなが受けるテスト、入るために受けるテストがあります。そのテストの、科目サブジェクトです。はい。これ例えば今までだと、日本語、国語と言います。国の言葉ですね。あとは数学、マテマティクスとか、あとはサイエンス、科学とか、英語とか、はい、いろいろあるんですけど、その中に情報1というものが入る、加わるというのはプラスされるということです。これびっくりしました私。これ情報1というのはこのプログラミングとかそういう知識についてのテストだそうです。はい、それが入るんですね。試験の科目になると。そうなることを踏まえというのはそれについて考えてということです。はい。この大学共通入学、大学入学共通テストというのは、日本の国、日本という国がどういう試験の科目サブジェクトにするかということを日本という国がいろいろ考えているんですね。だから大学が作った試験もあるんですけど、これは国がこれを試験にしてくださいっていうふうに決めているので、もう日本という国がもうプログラミングというのをもう本当に学生の時からしっかり勉強させようという考えがここに出ていますね。とっても面白いなと思います。はい。みんなの国ではどうですかね。で、この踏まえというのをもう一回確認すると、この科目が入る、サブジェクトがこれも入る、プラスされること、このことを頭に入れてもう一回考えたという意味です。何々を踏まえって言います。これでよく出てきます。すごくよく使います。JLPT N2、N1 とかにももちろん出てくるし、これは普通に日本の生活の中でもいろいろ新聞とか、ビジネスの言葉でももちろん普通に出てきます。何々を踏まえてね、踏まえてなんですけどね、手がないですね。はい、これは会話でも使います。はい、で、こういうことが入ることを考えて、今後はこれからは高校生もターゲットに、対象にですね、に事業は会社の拡大、大きくするですね、拡大を考えているということです。はい、だから、大学入学共通テストというのは高校が終わった3年生から受けるんですけど、3年生のもう最後の時ですね、次大学に行くっていう人が受けるんですが、だから高校生ですね、高校生も、このプログラミングのことを勉強させよう、塾でも勉強させようと、この彼らをターゲットに新しいビジネスをもっと作っていきましょうと会社は考えているそうです。考えていると話していましたということです。はい。これは私が学生の時にはない話ですので、びっくりしました。はい。皆さんの国ではどうでしょうか。はい。日本はね、IT ちょっと遅れてるんですね。だからどんどんこういうのをやっていってほしいなと思います。はい。では、もっと日本語、私の YouTube でも勉強ができます。はい、ニュースから学ぶということもできるし、そうですね、N2 の問題を読んでみるとか、N1 の問題を読んでみる、そしてこれも聞いて、耳で聞いて読むという練習です。はい、できますよ。あとはビジネス日本語も私の YouTube で勉強ができます。はい。他にも JLPT の文法、語彙、漢字とか N1、N2、N3 いろいろありますので、どうぞ YouTube チャンネルで見てみてください。そして JLPT の読解の勉強をしたい人、はい、できます。N2 の読解と N1 の読解の
ビデオがあります。はい、これは私のオンラインレッスンの中で見られますので、このオンラインレッスンのリンク、今日のコメントのところに書いてあります。はい、そこから、詳しく見てみてください。